5年で仕事を半分にして自由を手に入れる。本書を読む前、現代の悩みを考えてみる。現代社会における悩みは多岐にわたりますが、以下にいくつかの一般的な現代の悩みを挙げてみます。デジタルストレス。高度なテクノロジーの普及により、デジタルデバイスやソーシャルメディアの使用が一般的となりました。これにより、常につながっていなければならないというプレッシャーや、情報型から来るストレスが生じています。仕事とプライベートのバランス。24時間インターネットやモバイルデバイスの利用可能性が、仕事とプライベートの境界を曖昧にしています。仕事のプレッシャーが常に存在し、リラックスや家族との時間を確保することが難しくなっています。社会的孤立。居居よけやオンラインコミュニケーションの拡大に伴い、実際の対面コミュニケーションが減少し、社会的なつながりが希薄になっていると感じる人が増えています。情報型とフェイクニュース。インターネット上での情報が爆発的に増加し、正確な情報を見分けることが難しくなっています。フェイクニュースや誤った情報に惑わされることで、不安や混乱を感じることがあります。環境への懸念。地球温暖化や環境破壊など、環境問題に対する懸念が高まっています。これにより、将来の不安や環境への配慮が生活に影響を与えることがあります。これらの悩みは一般的なものであり、個々の人によっては異なる悩みを抱えているかもしれません。また、これらの悩みは地域や文化によっても異なる影響を受ける可能性があります。仕事を半分にすることで、全てが解決する。仕事を半分にするというアプローチが全ての人にとって問題解決の鍵となるかどうかは、状況や個人の状態に依存します。このアイデアは、ワークライフバランスの向上やストレス軽減を意味するかもしれませんが、一般的な解決策とは言えません。以下に、このアプローチがもたらす可能性のある影響や考慮すべき点を挙げてみましょう。ワークライフバランスの向上。仕事を半分にすることで、余暇や趣味、家族との時間を増やすことができ、ワークライフバランスが向上する可能性があります。収入の減少。仕事を半分にすると、通常は収入も半分になります。生活費や将来の計画に対して影響が出る可能性があります。キャリアの進展への影響。仕事を減らすことが、昇進やキャリアの発展に対して影響を与える可能性があります。特に競争が激しい業界や職種では、フルタイムの同僚との差が生じることがあります。経済的な不安定性。収入が減少すると、経済的な不安定性が生じる可能性があります。十分な備えや計画がない場合、生活費や急な支出に対処することが難しくなるかもしれません。職場との関係。仕事を半分にすることで、職場の関係や業務の連携に変化が生じる可能性があります。これがポジティブな変化であるかどうかは、具体的な状況に依存します。仕事を半分にするというアイデアは、一部の人にとっては効果的な解決策となり得ますが、他の人にとっては実現が難しい場合もあります。悩みや課題に対する最適な対策は、個々の状況や価値観によって異なるため、総合的なバランスを見つけることが重要です。仕事を半分にして何をするか。仕事を半分にすることで得られる時間を有意義に活用する方法は、個人の目標や興味によって異なります。以下は、仕事時間を減らした際に考えられるアクティビティの例です。趣味やアクティビティ追求していたり、以前から興味を持っていた趣味やアクティビティに時間を費やすことができます。例えば、絵画、音楽、スポーツ、読書などが挙げられます。学び直しとスキル向上。余った時間を利用して新しいスキルを磨いたり、新しい分野に挑戦することができます。オンラインのコースやワークショップを利用して学ぶことも一つの手段です。ボランティア活動。地域社会や特定の組織に対してボランティア活動を行うことで、社会への貢献感を得ることができます。健康の向上。運動や健康習慣の改善に時間を費やすことで、体力向上やストレス軽減につながります。例えば、ジム通いやウォーキング、ヨガなどが考えられます。創造的なプロジェクト。
自分のアイディアを追求するために創造的なプロジェクトに取り組むことができます。小説の執筆、アート作品の制作、アプリ開発などが挙げられます。家族や友人との時間、仕事時間の短縮を利用して家族や友人とのクオリティタイムを増やすことができます。リラックスと休息、単純にリラックスし、休息を取ることも大切です。メンタルヘルスの向上に寄与します。これらの提案はあくまで一例であり、個人の好みや状況によって最適な方法が異なります。重要なのは、自分の目標や価値観に合った充実した生活を構築することです。日本書籍エンジョイジャパンライフへようこそ。私たちのチャンネルでは、日本の書籍に関する最新情報から深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて、日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録や enjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。理想を実現していく具体的手順。仕事を半分にするという理想を実現するためには、計画的かつ慎重なアプローチが必要です。以下に具体的な手順をいくつか挙げてみます。ただし、これは一般的な提案であり、個人の状況や業界によって適用できない場合もあります。具体的な状況に応じて調整してください。目標の明確化。まず最初に、なぜ仕事を半分にしたいのか、その目標を明確にしましょう。ワークライフバランスの向上、趣味やプロジェクトに時間を当てるためなど、具体的な理由があると計画が進めやすくなります。財務計画の見直し。仕事を半分にすると収入が減少するため、財務計画を見直しましょう。生活費や支出の見積もりをつけ、収入の変動に備えます。雇用形態の変更。雇用主と相談して、仕事を半分にするための雇用形態の変更が可能か確認します。例えば、フルタイムからパートタイムやフレキシブルな労働契約に変更することが考えられます。業務の整理と委任。仕事を半分にする際に、業務の整理や優先順位の設定を行いましょう。また、できるだけ業務を委任することで、効率的な仕事の進め方を模索します。スケジュールの調整。新しい仕事のスケジュールを調整し、効果的に時間を使えるように計画します。余った時間を趣味やプロジェクト、自己成長に充てるために、日々のスケジュールを見直しましょう。サポートシステムの構築。仕事を半分にすることで、仕事とプライベートの両方でサポートが必要となります。家族や友人、同僚とコミュニケーションを取りながら、効果的なサポートシステムを構築します。健康管理。仕事の変化によってストレスがかかる可能性があるため、健康管理を重視します。適切な休息や運動、メンタルヘルスのケアが重要です。変更のモニタリングと修正。変更を実行した後は、定期的に進捗をモニタリングし、必要に応じて計画を修正します。変更が期待通りに機能しているかどうかを確認し、調整が必要なら行います。これらの手順は、仕事を半分にするための基本的なステップです。ただし、具体的な状況や業界の特殊性を考慮して柔軟に対応することが大切です。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。